コンスタンティヌス一世とミルビウス橋の戦い。イントロダクション。ローマ帝国の歴史において最も重要な転換点の一つとなった、ミルビウス橋の戦い。この戦いは、コンスタンティヌス一世がキリスト教を受け入れ、ローマ帝国の未来を大きく変えることになった重要な出来事でした。今回は、この歴史的な戦いについて、ズンダモンと四国メタンが対話形式で詳しく解説していきます。戦いの背景。コンスタンティヌス一世ってどんな人なのだ？コンスタンティヌスは272年頃に今のセルビアにあたるナイススで生まれた人なの。父親は有能な軍人で、西ローマの統治者になったコンスタンティウス・クルルスだったの。幼い頃から軍事教育を受けていて、優れた指導力と戦略的思考を身につけていったの。でも、なんで戦いが起きたのだ？当時のローマ帝国では四帝体制、つまりテトラルキアっていう複数の皇帝による統治体制が取られていたの。これはディオクレティアヌス帝が導入した制度で、帝国を東西に分けてそれぞれに正帝と副帝を置いていたの。でもこの体制が崩れ始めて、特にイタリアを支配していたマクセンティウスとの対立が深刻になっていったのよ。マクセンティウスってどんな人なのだ？マクセンティウスは前皇帝マクシミアヌスの息子で、306年にローマで皇帝を自称したの。彼は伝統的なローマの価値観を重視していて、異教の神々を信仰していたの。一方、コンスタンティヌスは徐々にキリスト教に興味を持ち始めていて、これも対立の一因になっていったのよ。運命の戦い。ミルビウス教の戦いってどんな戦いだったのだ？312年10月28日に起こった決定的な戦いよ。特に興味深いのは戦いの前夜に起きた出来事なの。コンスタンティヌスは空に十字架の印を見て、この印のもとに勝利せよっていう神のお告げを受けたと言われているの。この体験は彼の人生と帝国の歴史を大きく変えることになったのよ。へえ、それってすごいのだ。それで勝てたのだ。そうよ。コンスタンティヌスは兵士たちの盾にキリストのモノグラムを描かせて戦いに挑んだの。彼の軍は約4万人、対するマクセンティウスの軍は約7万5千人と、数の上では不利だったの。でもコンスタンティヌスは優れた戦術を展開したの。ティベル川に架かるミルビウス橋での激戦の末にマクセンティウスの軍を撃破して、マクセンティウス自身も重い鎧のまま川に落ちて溺死したのよ。戦いの影響。戦いに勝った後どうなったのだ？この勝利がコンスタンティヌスのキリスト教への改宗の決定的な転機になったの。313年には東方皇帝リキニウスと共同でミラノミコトのリレーを発布してキリスト教を公認したの。これによって長年続いていたキリスト教徒への迫害が終わって、信教の自由が認められるようになったのよ。すごいのだ。他にも変化はあったのだ。そうね。324年にはリキニウスを破って帝国を統一して、330年には新しい首都コンスタンティノープルを建設したの。この都市はヨーロッパとアジアの境界に位置する戦略的に重要な場所で、古代ローマの伝統とキリスト教文化を融合させた画期的な都市だったの。それから行政改革もいって金貨ソリドゥス化を導入して経済の安定化を図ったり、軍政改革を言って帝国の防衛力を強化したりしたのよ。まとめ。ミルビウス橋の戦いは単なる内戦の決着以上の意味を持つ歴史的な転換点でした。この戦いを通じてコンスタンティヌス一世はキリスト教を受け入れ、ローマ帝国を統一し、新しい時代の幕開けをもたらしました。その影響は中世ヨーロッパのキリスト教文明の基礎を形作り、その後の西洋文明の発展に大きな影響を与え続けることになったのです。コンスタンティヌス一世の治世は古代から中世への転換期として世界史上極めて重要な意味を持つ時代となりました。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは歴史上の人物に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。歴史人物に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。